皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。皆さんは今年2025年何か映画を見ましたか？日本ではハリウッド映画やディズニー映画の人気で、毎年日本の映画よりアメリカの映画の方が人気なのですが、今年は日本の映画はすごく良かった年と言われています。国宝鬼滅の刃8番出口、この映画は大人気で、友達に会うとねえ、あの映画見た？といつもトピックになっていました。今日は私が今年見て面白かったアニメ映画ベスト3を紹介します。まだ海外では知られていない作品も紹介しますので、最後まで見てみてくださいね。面白かったアニメ映画ベスト3を、最初に発表しますが、この3つです。鬼滅の刃無限城編、チェンソーマンレゼ編、100M、 この3つです。この3つの映画は本当に良くて、それぞれいいところがありました。どれが一番いいかと聞かれたら難しくて困るんですが、もう一回見たい映画かどうかで一番を決めました。一番良かったのは鬼滅の刃無限城編です。世界中で大人気になった映画ですし、多分このチャンネルでも見た人は多いと思います。鬼滅の刃ファンが見たい映画でしたね。長かったですけど、漫画と同じストーリーになっている映画は珍しくてびっくりしました。絵も音楽も素晴らしくて、無限城の中に本当にいるみたいでした。映画を見てから1週間ぐらい経っても私は無限城にいたと思います。敵で鬼だけど赤座の話は感動しましたね。前の無限列車編の映画でみんな大嫌いだった赤座が、この映画を見た後みんな大好きになっているのが面白かったです。鬼滅の刃は敵も味方もみんなのバックグラウンドを見せてくれるのがいいところです。詳しい話は、別の、こちらのビデオで話していますので、見たい人はぜひ見てみてください。2番目に良かった映画は、チェンソーマンレゼ編です。これも、少し前にこのチャンネルで紹介した映画です。たくさんの人にこのビデオを見てもらえたので、人気があるんだなと思いました。ビデオでも話しましたが、鬼滅の刃の映画がすごすぎたので、チェンソーマンは映画を見る前は全然期待していなかったんです。だから映像もストーリーも思ったよりもずっとすごくてびっくりしてしまいました。鬼滅の刃はストーリーが知らない人が見ると、長くてちょっとつまらなくなるかもしれませんが、こちらはストーリーの完成度が高いので、あまりよく知らない人でも楽しめると思います。最後の5分がものすごい大事です。この5分でいい映画からすごくいい映画になりました。この映画を見た後、チェンソーマンカフェに、行ったので、一日中チェンソーマンのことを考えていましたし、ハロウィンもマキマのコスプレをしました。それくらいハマりました。この映画を見た時は
チェーンソーマンの漫画をまだ読んでいなかったんですけど、映画を見た後、次のエピソードが知りたくてデゼが出てきた漫画の5巻から15巻まですぐに読んでしまいました。読んで分かったことがあります。このデゼのストーリーって漫画ではそんなに大事なチャプターじゃないんですよね。ちょっと強い敵が出てきたなくらいで、あんまりデゼの印象もないし、ちょっと可愛いなくらいです。でも映画ではこの漫画が 200% ぐらい、素晴らしいものになっていました。絵の美しさ、音楽、声優さんの声が漫画の面白いストーリーにミックスされて、パーフェクトな形で映画になった感じです。詳しいことはこちらの、ビデオで、お話ししていますので見てみてください。ちなみにチェーンソーマンのアニメはこれからが面白くなるところです。すごく残酷で見るのが辛いシーンもたくさんあるんですけど、他にはないクレイジーな漫画でした。これからのアニメが楽しみですね。3番目のアニメの映画は 100M です。この映画はこのチャンネルで初めて紹介する映画ですね。100M は、ひらがなで書いていますが100メートルのことです。100メートルを走る男の子2人がプロのアスリートになる話です。主人公の富樫は、子供の時から走るのが速くて負けたことがない天才。もう一人の男の子小宮は最初は足が遅いんですが走ることが好きでずっと頑張って練習して最後には2人ともプロのアスリートになって同じレースを走る、こんなストーリーです。こうやって書くと配給とかスラムダンクみたいな青春スポーツアニメストーリーに聞こえるんですけど、全然違いました。すごく哲学的。どうして走るのか、人生のテーマを考える作品です。いつもレースで一番だった富樫がレースで負けた時、今までの人生は何だったんだ、何のために走っているのかということを考えるんですが、それがとても心に響きました。この映画は漫画がオリジナルなのですが、地球の運動についてと同じ漫画家魚戸先生が書いたデビュー作品です。このアニメの地を見た人ならわかると思いますが、人生について考えさせられる深いストーリーになっています。この映画も同じで、若者の成長がテーマのスポーツアニメとは全然違います。なので配給みたいに子供が見ても楽しいアニメじゃないです。たくさんの経験をした大人、大きな失敗や挫折をした人は感動する映画だと思います。それからアニメーションも素晴らしかったです。今日紹介したアニメ映画はみんなアニメーションがすごかったんですけど、一番アーティスティックなのは 100M でした。特にストーリーで一番大事なレースは本当に素晴らしいクオリティで、レースの3分間はアート作品を見ているみたいでした。雨の中の
レースで見たこともないようなアーティスティックなアニメーションとテクスチャー。走る前は私も緊張して手に汗をかいたくらいです。このレースシーンを作るのに1年くらいかかったと聞いて納得しました。これを見るためにお金を払ったと言ってもいいぐらい良かったです。でもこの映画は鬼滅の刃、チェーンソーマンの映画と同じタイミングでやっていた映画です。だから本当にお客さんが少なくて、私が月曜日に行ったので特に少なかったのかもしれませんが、見に行った時はお客さんが20人くらいでした。でもこの映画はチェーンソーマンや鬼滅の刃と同じぐらいすごいアニメだったので、なんでこんなに人が少ないのか信じられませんでした。でも映画のレビューを見るとすごいいいものがたくさんあったので、きっとこれからストリーミングで見られる時が来ると思います。そしたら皆さんも見てみてくださいね。はい、今面白い映画を3つ紹介しましたが、あと1つだけおすすめを紹介したいと思います。これは映画館では見なかったんですが、チェーンソーマンの漫画家、藤本達樹先生原作の映画ルックバック、これもおすすめです。これは2024年の映画で、私は今年ストリーミングで見たんですが、とても良かったです。漫画家を目指す2人の女の子の話です。途中までリアルな話なんですが、パラレルワールドも出てきます。楽しい話というよりは深い話になっていました。私も小学生の時、中学生の時漫画を描いていたので、主人公の気持ちがすごくよくわかりました。これも子供より大人が好きな作品だと思います。絵も素敵だし、短い作品です。日本アカデミー賞最優秀アニメ作品賞という賞を受賞していたり、クランチロールアニメアワードで年間最優秀映画になったりと、今年すごく話題になりました。ストリーミングで見られる人はぜひ見てみてくださいね。ということで、今日は2025年に面白かった、アニメ映画を紹介しました。この4つの作品は、漫画家の人がまだみんな若くて28歳から30代ぐらいの人です。若いのにこんなすごい作品が描けるなんてすごいなと、ストーリーだけじゃなく漫画家の先生たちにも感動してしまいました。皆さんは今年見てよかった映画やアニメ映画はありましたか？よかったらコメント欄でも教えてください。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本語でアニメや漫画を楽しめるようにお手伝いができたら嬉しいです。それじゃあまた。